韓国エンターテインメントにとどまらず、世界でその活躍の場を広げ続けている BTS。7人で売れない苦しい時代を乗り越えてきましたが、最初は若い男の子たちがぎゅうぎゅうな状態で寝食を共にし、喧嘩も絶えなかったと話してくれていますよね。長い宿舎生活を終え、今では別々に暮らしている彼らですが、何年も一つ屋根の下にいたからか、お互いのことを家族のようによくわかっていて、メンバー同士思いやる姿は見ていて感動します。そして、その姿を見るのが大好きなアーミーがたくさんいますよね。今回は、そんな BTS メンバーの思いやりが感じられるエピソードをご紹介していきます。商品の缶牛をシュガと食べると公言したジン。このエピソードはラン BTS EP137 での出来事でした。EP136 に引き続きメンバーはゲームをしていますが、シュガはこの回もお休みをしています。2020年11月3日に損傷した肩の手術をしていて、この日はリハビリのため、シュガは撮影に参加できなかったのでした。BTS がデビュー前の2012年にバイトをしていた際に、シュガは交通事故に遭ってしまい、その事故後、ずっと肩の痛みに悩まされ、2019年頃には医師から手術の話が出たそうです。韓国の兵役義務やその後の活動のために所属事務所と話し合い手術を受けたようでした。ジンは術後のリハビリのため撮影を休んでいるシュガを気遣い、ゲームでゲットした缶牛をシュガと食べると公言し、2人の顔は映っていなかったものの、ラン BTS の中で実際食べた缶牛の写真が公開され、ジンの優しさが広まりました。BTS はそれぞれメンバー思いですが、美味しいお肉をその日いなかったメンバーと食べようとすぐ思いついたジンに、ほっこりするエピソードですよね。ライブ中に、テテのイヤモニが壊れて、自分のと交換するシュガ。それは、BTS の Love Yourself ツアーのソウルのライブ中にあった出来事でした。テテが、急にイヤホンを外したり、つけたりしていたところ、隣にいたシュガが、いち早く、テテの異変に気づいたのです。そして、メインボーカルである、テテのために、自分のイヤモニを外し渡したのでした。すぐさま、こういう行動ができるというのもすごいことですし、渡した後も確認までして、その後は何もなかったかのように過ごすシュガに、普段気にしてないようで、ちゃんと弟たちを見守っているシュガがイケメンすぎる。さらっと助けるシュガかっこいいなどアーミーからたくさんの称賛が。結局治らなかったようで、スタッフが新しいものを持ってきてくれて事なきを得ますが、急なアクシデントだったのにもかかわらず、テテも最後まで落ち着いています。二人の冷静な対応にも、アーミーが、さすがプロなど反応があり、気づいて心配するジョングクの姿に、メンバー同士のこういう絆がたまらない、感動するなど、さらに魅力にはまっていく声が溢れていました。メンバーにセンターを譲る J-HOPE。メンバーが公の場に立つ時など、J-HOPE は自分ではなく、メンバーにセンターを譲る姿をよく見かけます。J-HOPE は宿舎時代からお母さんのように振る舞い、メンバーから欠点がないことが欠点と言われるほど気遣いが人一倍あるので、どうしても自分ではなく他のメンバーを優先してしまうのではないでしょうか。BTS が雑誌の取材とパーティーに招かれた時、J-HOPE 一人だけ真っ白なスーツを着用していた時がありました。靴まで白かった J-HOPE が輝いていたのか、カメラマンから英語でセンターへ移動するよう指示されすぐり返した RM が説明し、ジョングクも自分と入れ替わり J-HOPE がセンターへ行くよう誘導しますが、センター慣れしていない J-HOPE はとても照れています。普段 J-HOPE は端にいることが多いですが、実際見る J-HOPE はものすごくイケメン、オーラが半端ないなど、推しではないアーミーからも絶賛されていますよね。日頃自ら箸に行く J-HOPE なので、
センターはとても珍しく、J-HOPE 推しのアーミーは特に興奮したことでしょう。居眠りしているジミンを優しく起こす RM。BTS はかなり忙しいスケジュールをこなしていますよね。アーミーから何度も所属事務所へメンバーを休ませてほしいと書き込みなどがあるくらいです。コロナ禍になった現在は違うかもしれませんが、韓国芸能は凄まじいスケジュールをこなしているようでした。この日のブライブでもハードスケジュールをこなし、少し睡眠をとったと話したメンバーですが、全員どことなく元気がないというか、疲れている感じが受け取れます。そして、ジミンはブライブの直前まで寝ていたそうで、メンバーの中でも特に眠たそうでした。そして、みんなが話している中、ジミンは居眠りしてしまい、頼れるリーダーの RM は、ジミンを怒ることなく、優しく話しかけたり、体を軽く揺すり起こしてあげようとしています。そんな姿を見ていたアーミーたちは、RM の優しい行動に感動したのでした。自分もものすごく疲れているはずなのに、元気に振る舞い、メンバーを優しく気遣う RM は本当に素敵ですよね。メンバーが泣いていると一番に駆け寄るジミン。ジミンは泣いているメンバーがいると真っ先に駆け寄っているメンバーですよね。そんな姿を一度は見たことがあるのではないでしょうか。韓国で彼氏にしたいアイドルNo.1に選ばれたことがあるジミンですが、選ばれた理由は甘い、可愛いまた、普段からアーミーに投げかける温かみのある言葉に思いやりを感じるなどでした。きっとメンバーにいち早く駆け寄り慰めている姿を見て、ジミンが彼氏だったら自分もこんな風に慰められたいなんて思った方が多かったことでしょう。シンガポールでの BTS のライブが終わり、ジョングクが一人でステージ裏に残り落ち込んでいたところ、ジミンが迎えに行きました。ジミンはジョングクを励ましながら一緒に楽屋に戻り、ジョングクが元気になるようにメンバーたちにも声をかけ協力してもらいます。RM はジョングクをたくさん褒め、メンバーは笑い合い、その場が明るくなったところで、J-HOPE がヒョンとしてこれからジョングクがプロとしてやるべきことを話しました。励ましながらも言うべきことは伝えるという姿に強い信頼関係を感じますし、一人を励ますために自然とできたチームワークの良さにも感動しますよね。そして、いつも真っ先に駆け寄るジミンのメンバーを思いやる気持ちが素敵すぎて、彼氏にしたいアイドルNo.1に選ばれるのも当然のことだと思いました。サイン会で自慢のペットの質問に仁を思って切り返したテテ。アーミーからサイン会で自慢のペットのことについて質問をされたテテですが、大切なペットを失ったことを公表したばかりの仁を気遣い、メンバーをペットに例えて話をし始めました。テテは、僕のジミンは言うことをちゃんと聞くいい子なんですと言い、この流れのまま、それぞれお互いをペットに例えて話していき、本当のペットの話をしなくてよいようにしたのです。普段テテは4次元5歳児などと言われ、突発的な行動などをしてもメンバーから愛され、時には守ってもらっていますよね。そんな可愛いテテですが、実は周りのことをよく見ていたり、考えていて思いやりがあることは、アーミーの皆さんは知っての通りだと思います。ジンは2017年に実家で飼っていた愛犬ジャングを亡くし、2018年に両親から2匹のモモンガをプレゼントしてもらいましたが、オムクと名付けた1匹を同年に良くない出来事で亡くしてしまったと話していました。その後1匹だとかわいそうだと、クンムルと名付けた同じモモンガを迎えますが、今度はオデンと名付けた2匹目が2019年に旅立ってしまったと報告したのです。オデンは少し高いケージから足を踏み外してしまったため落ちてしまい、亡くなってしまったとのことでした。その傷が癒えていないことを知っていたため、テテは溺愛しているペットのヨンタンがいますし、他のメンバーにも自慢したいペットがいることはもちろん知っていますが、ジンを気遣い、
本当のペットの話にならないように仕向けたのです。普段ヒョンたちに見守られている可愛いテテとは思えないくらい、とても男前な出来事に、キュンとしたアーミーがたくさんいました。そして、ジンは立て続けにペットを失い、とても悲しんでいたことだと思いますが、今はその傷が少しでも癒えているといいですよね。メンバーが辛いことが辛いと泣くジョングク。最後に、ジョングクはメンバーが辛いことが辛いと泣いたことが過去にありますよね。ジョングクはデビューの時まだ15歳という若さだったからか、BTS が大変な状況にある時も自分は好きな歌やダンスができたので何も感じていなかったと話しています。メンバーと大人になる前から家族のように暮らし、まだ幼すぎたジョングクはヒョンたちからよく怒られたと言っていますが、あの時怒ってもらってよかったとインタビューなどで話すほど信頼関係がありますよね。そんなマンネのジョングクは普段自分の気持ちを表に出さなかったのですが、辛そうにするヒョンたちを見るのは辛かったと話し泣き出したのです。メンバーは初めてジョングクの気持ちを知り、その優しい思いに感動しました。さらに、この出来事を知ったアーミーも感動し、BTS の仲の良い姿や、現在の活躍がよくわかるエピソードとなったのです。まとめ、いかがでしたでしょうか？今では、世界中にアーミーがいる BTS ですが、彼らは、普段もメンバー同士仲が良く、お互いを思いやる姿は本当に素敵ですよね。パフォーマンスやビジュアルだけでなく、中身もいい BTS メンバーに、世界中の人がますます沼にはまっていくことだと思います。これからも目が離せない BTS の活動に注目していきましょう。